皆さんは愛宕下発電所をご存知でしょうか。仙台市の都心部に残る廃止発電所のことです。しかし発電所であることがあまり理解されず、不思議なトンネルとして長年放置されていました。近年東北工業大学の有志によって調査されましたが、発電所についてはあまり調査されていませんでした。そこで今回はこの愛宕下発電所がどのように建設されたか、驚きの事実とともにその歴史を紹介してみたいと思います。愛宕神社の真下に愛宕下発電所があります。大正10年に竣工した発電所です。1.5km 先の大橋の下流から取水し、これを水路とトンネルで導水して地下に設置された水車によって発電されていました。昭和4年に宮城県による電力統制のため、愛宕下発電所は宮城県の県営電力の管理下に移管されましたが、昭和12年頃に事業整備により廃止されました。この愛宕下発電所の記録を調査したところ、もともと一般の電灯供給ではなく、電気化学工業をもとに建設された発電所でした。宮城県と聞くと、電力関係者ならまず頭に思い浮かぶのは、日本最初の水力発電所という言葉です。三居沢発電所が日本最初の水力発電所と呼ばれましたが、低能率なためにすぐに廃止されたのも有名な話です。もともと水車動力を使用する紡績事業を兼業し、宮城水力紡績製紙として小規模な電力供給を開始していましたが、電灯利用の増加に伴い、会社は宮城紡績電灯として電力事業に踏み切りました。しかしこうした電力事業者はとある悩みを抱えていました。実は電灯利用は夜間のみの利用が一般的なため、日中の電力需要はほとんどありませんでした。徐々に普及していたモーターなどの電動機の利用もありましたが、一般家庭で電動機の利用はほとんどなく、日中の電力利用は厳しいものでした。こうした電力余剰を解消するために導入されたのが電気化学工業でした。電力によって物質を変化させることにより、電力を物体として販売することができたのです。その最初の工場が三居沢発電所の目の前に建設された三居沢カーバイドでした。日本窒素肥料の発祥地とも呼ばれ、後に電気化学工業の父と呼ばれた野口従うによって三居沢発電所の余剰電力はカーバイドとして販売されました。こうした中でカーバイド工業を応用した一つに還流事業というものがありました。愛宕下発電所近辺は仙台亜炭と呼ばれる亜炭の産地として有名でした。当時の亜炭鉱跡を地図に表示すると、いろいろと問題になりそうなほど亜炭鉱の採掘が盛んだったことがよくわかります。特に伊達政宗のお墓の近辺も亜炭鉱があった記録もあります。亜炭は採掘した後、乾燥させてから販売されますが、鉱石内部に含まれる窒素成分や硫黄成分が加熱されることによって独特な匂いを排出します。乾燥の悪い石炭、亜炭を使用する蒸気機関からは、塩素に似た独特な匂いがより強く発生します。こうした亜炭を無塩化処理するために電気炉で加熱することにより、不純物を排出することが可能でした。つまりカーバイド製造と同様に電気炉を用いて亜炭の還流事業が愛宕下発電所の電力の消費先の一つでした。愛宕下発電所は仙台電気工業と呼ばれる電気化学工業をもとに発足された会社によって建設された発電所でした。当時の書類には電力の利用目的に亜炭、並びに埋木製作とあります。電灯供給は夜間の余剰電力を消費する目的のため、副業みたいなものでした。亜炭製造を目的に電力事業を開始した仙台電気工業は、工場の奥に水力発電所を建設しました。これが愛宕下発電所のことで、
自家用発電所として運用が続けられました。こうした中で仙台電機工業は別の事業も進めていました。それが製氷事業でした。氷は山岳部などの氷室から切り出され、これを天然氷として現在でも高価に販売されています。当時から高価なものであったことから、いち早く機械化が着目されました。明治40年代には電力による製氷技術が飛躍し、鮮魚を扱う倉庫街では製氷工場が建設されていきました。大正10年、仙台市内で同じ頃に開業した広瀬電力は、電力事業と兼業で製氷事業を開始していました。仙台電機工業は亜炭製造のほかに、実は製氷事業を開始していました。実は、営業開始する半年前、仙台製氷株式会社と合併した記録が残されています。当時、仙台製氷株式会社は未開業でしたが、もともとは電気器具の販売会社の青葉電機工業が社名変更で大正9年に設立された会社でした。ネットで青葉電機工業を調べると、何か勘違いした記事をたくさん見ることができます。当時の製氷にはアンモニアが冷却剤として利用され、これを配管の中を循環させ、気化熱を利用して冷却することができました。このアンモニアガスを循環させるために、大型の電動機が必要でした。さらに、電動機も大規模なシリンダーを動かすため、かなりの電力も必要です。正式な書類は確認できませんが、広瀬電力のように、日中の電力消化を目的として、仙台電機工業は製氷事業を合併したと思われます。しかし、大正14年に仙台電機工業から分社して、仙台製氷株式会社が再度発足して、終戦前後まで操業が続けられていました。現在、愛宕下発電所は当時の写真が残っていないので設備が不明確な状態で伝えられています。さらに、廃止後に何かの工場として転用されたため、当時の水路構造が把握できないものとして、詳細な調査が行われていませんでした。今回、水力調査委員は前例をもとに水路を調査したところ、発電所は複雑な設備ではなく、付帯設備として簡易的な作りであったのが分かりました。まず、入り口近辺の空間は、水路の中でも浄水槽と呼ばれる、発電所の水量を調整する部分です。戦後の解体工事で設備が撤去されているので、分かりやすいように当時の部品を付け足してみました。入り口になっているところは、もともと排水をする余水路でしたが、ここを大きく取り壊して、設備の搬入口にしてしまったのでしょう。さらに、奥のアーチ部分は除塵格子と呼ばれる、水車にゴミや人が流れ込まないようにする鉄格子が設置されていました。壁に残っている骨材跡を調べたところ、除塵格子で間違いありません。さらに、水車への流量を制御する制水門が取り付けられていました。これは木製と思われますが、廃止後に撤去されたのか、ハンドルの一つも残っていませんでした。水力発電所では浄水槽からよく水圧鉄管が伸びている風景を見ますよね。大正初期に建設された小規模な発電所や低落差の発電所では、通常の発電所に比べ水圧が低いことから、鉄管を使用しなくても岩盤やコンクリートを利用することが可能でした。この愛宕下発電所も有効落差が11メートルで、使用水量が 5.5 立方毎秒の小規模発電所に分類されるものでした。さらに、水車への流速損失を軽減するため、広めの水槽が地下に設置されていましたが、廃止後に転落防止で蓋がされたと思われます。ここで問題になってくるのは、水圧鉄管を利用せず、低落差で利用できる水車は何かということです。この答えは、実は岐阜県の発電所にありました。岐阜県の長良川沿いに、井の茂発電所があります。この発電所は大正3年に竣工しましたが、
洞穴を掘削して建設された特殊な発電所として有名です。落差は10メートルですが、水圧鉄管は使用されていません。これを可能にしたのが露出型水車でした。露出型水車は通常のフランシス水車と異なり、ケーシングを持たない水車として誕生しました。もともとケーシングは水圧を封じ込めるために設置されるものですので、水中に水車を沈める場合は必要ありません。イノモ発電所では岩盤で水槽を作ることで、これがケーシングの役割をするため、建設費とスペースを最小限にすることができました。当時、同じ頃に建設された放水口発電所にもその答えが隠されています。放水口発電所は滝のように流れ出す放水流の勢いを軽減させるため、ある程度の水槽でこれを貯水し、設計ミスによる放水口と河川との落差を有効利用しました。ここで使用されたのが同じ露出型水車でした。この設備を任されたのが当時の日立製作所でした。日立製作所では落差を最大限に利用するため、水車を水槽地下に設置し、壁を隔てて発電設備を連結することを考えました。しかし、発電機は水没の危険を考慮して地上に設置する予定でしたが、発電量が 1500kW のため、水車とシャフト連結することになりました。愛宕下発電所の当時の記録を調べると、水車は日立製作所が導入していました。記録上はフランシス水車となっていますが、これは水車の羽に対しての表記なので、形状は記載されていません。これを明確にさせたのが水槽の構造と水量でした。水槽が広めに建設されているのは、ここの中心に水車が設置されていたためでした。露出型水車はケーシングを持たない代わりに、流れを良くするために広い空間が必要でした。三居沢発電所の水車も構造が同じで、フロンタル水車の中には露出型水車が設置されているだけなのです。そのため、水の流れを良くするために巨大な鉄管が必要となりました。さらに、愛宕下発電所の使用水量と上流の三居沢発電所は同じで、異なるのは落差が半分というだけなのです。なので、この膨大な水量を処理できる鉄管を使用しない、さらにこの水量の排水が容易となるのは双輪型水車となります。単輪水車も考えられましたが、水車容量が 250kW を超えると双輪型が高効率とされてもいました。水槽底に残されているコンクリート枠は、水槽と防水壁に使われた基礎枠で、廃止後に連結側がコンクリートで蓋がされて埋め戻され、現在の姿になってしまいました。水車と発電機はベルトで連結され、地上に設置された発電機によって運転されていたのではないかと思います。実は同じ構造のものが宮城県の根白石発電所が有名ですが、設置された看板に記載ミスもありますが、これも露出型のフランシス水車でした。大正9年頃はベルト連結による発電機の運用はよくある話で、安全に発電機を運用する方法の一つとされていました。また、捨てられたレンガの破片は発電所の基礎ではないかと思われます。さらに、当時のことを記録している地元話では、工場のすぐ近くにプールがあり、ここに水を供給していた。確かに当時プールがあったのが航空写真でも確認できます。さらに発電所の浄水槽に埋め戻されていますが、鉄管を接続した跡があります。もともと工場として利用していたこともあり、工業用水、さらにはプールの水として供給していたと思われます。また別の話では、発電所の近くから滑り台があって、勢いよく水が出ていた。これは発電所の余水路のことだと思います。発電所が運転を開始する前は水車が停止しているので水が流れないため、溢れた水はすべて余水路から広瀬川に放水されていました。
その景色を見た証言だと思います。地元の方が見ている話を聞くと、工場だけではなく地元に大きく貢献していたと思います。もともと仙台電気工業は亜炭製造が主要事業ですが、電力供給先が六郷村、現在の若林区だったので、地元の電力会社そのものでした。こうした背景から地元の産業、保養設備には率先して協力したのではないかと思われます。しかし発電所の稼働も長くは続きませんでした。仙台電気工業の開業と同時期だった広瀬電力が隣町で電力事業を進めていました。実は広瀬電力と仙台電気工業は姉妹会社でした。仙台電気工業の社長は菅原英吾でしたが、実は広瀬電力の監査役も務めていました。両者の関係から電力の不足時は相互融通を可能にするため 150kW の電力融通がされていました。しかし電力事業を拡大してきた日本松電機は仙台市の一部を供給する広瀬電力、さらに融通関係であった仙台電気工業を合併することにして、大正15年に経営は日本松電機の仙台支店に切り替わりました。さらに日本松電機は経営する事業をすべて継承し、製氷事業、炭化事業、さらには製材事業を経営することになり、広瀬電力の所有工場は経営者が変わったのみでそのまま続けられました。しかしそんな経営も終わりを迎えます。大正10年代から電力事業は普及すると同時に、発電所の建設費を盛り込んだ電気代が利用者に請求されていました。さらに送電線の仮設距離に応じて金額が不均一など、電力利用の発展と同時に電力の不公正が具現化していきました。こうした問題を打開するために設立されたのが宮城県営電気でした。県内の電力設備を買収し、県民の電力を平等にし、電力の促進と産業の発達を進めるのが目的でした。本来電力、水道などの生活基盤のインフラインは民間会社が本来経営してはいけないものです。現在の日本でも同様に問題を起こすと対応が困難に陥る、さらには不均一性が発生するなど、民間会社では膨大なインフラインを抱えると必ず問題を起こします。当時の宮城県では電力会社が数社存在し、電力料金はすべて異なり、高額なものから低額なものまで県内でも混在している状態でした。宮城県が電力設備の買収を開始しましたが、買収に応じる会社もあれば、高利率を出す会社はもちろん拒否しました。昔から日本人は土地に執着心が強い人種のため、電力料金が高くても引っ越すことができず、払い続けてしまう心理的な問題もあり、こうした問題は日本中で社会問題に切り替わり、国営の電力会社が発足したのも、こうした些細な電力料金による余汁が問題でした。日本松電機の仙台支店で、実は2つの供給区域で金額に差が発生していました。これが要因か分かりませんが、宮城県からの交渉を何度も拒否を続けてきました。しかしこれが宮城県の逆鱗に触れてしまい、世間から後ろ指を刺されるようになり、散々の交渉の結果、昭和4年に売却することになりました。この宮城県の交渉によって愛宕下発電所は宮城県によって運転が続けられました。昭和6年、広瀬川上流に青下ダムの建設が開始され、広瀬川は上水道へ供給が開始されることになりました。下流の三居沢発電所はそれに伴い水量制限がかけられ、渇水期は5割削減することになりました。大橋の下流に当時のダムの破片と取水口が残されています。使用水量も上流の三居沢発電所と同じく、かなりの水量が勢いよく流れていたと思います。こうした水量不足は貯水機能のない愛宕下発電所は 200kW 程度の出力になるため、
水車の操作が難しくなります。そのため広瀬川に水量が多い時に限り運転をする予水運転が続けられ、通常は遊休設備として運転は休止状態になりました。しかし昭和12年に事業整理により発電所は正式に廃止されることになり、書類上からも愛宕下発電所は17年の短い歴史に幕を閉じることになりました。亜炭製造のために建設された愛宕下発電所は仙台市の産業を支え、長い間使われ続けた亜炭を供給し、さらに製氷事業を手掛け、食品の安全を守ってきました。実はこうした愛宕下発電所の過去に関してはあまり調査報告されている書類が少なく、今回当時の経営記録を遡って調べましたが、仙台市では製氷事業が流行していた記録など、電気化学工業による電力販売が他県に比べ速いスピードで普及していたことも分かりました。その一つが愛宕下発電所であるのが、第2の三居沢発電所として評価されてもいいのではないかと思います。しかし廃止後にもやし工場に転用されたなど不思議な話がありますが、水路で独特なオイルの匂いがするので何か違う設備として運用されていたのかは現在も不明です。現在愛宕下発電所は地元の方々によってツアーなどで発電所とプールの関わりなどさまざまな視点から紹介されています。しかし廃墟の発電所として有名になってしまい、発電所としての評価がされることなく、なぜか妙に水路に凝った調査が続けられ、発電所の価値が長い間放置されていました。今回たまたま水力調査委員が亜炭産業について調査をしていたため、仙台亜炭の還流処理が愛宕下発電所で行われていることから本格調査が開始されました。今後も日の当たらない発電所を細々調べる水力調査委員なので気長にご期待ください。ご視聴ありがとうございました。次回作を急いで制作しております。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。